誰かといると疲れる。一人だと寂しい。近づけばしんどい。離れれば心細い。これはあなたの弱さなのか。ヘンリー・デイビッド・ソローという男がいた。19世紀アメリカを代表する思想家の一人だ。孤独ほど心地よい友はいない。彼はそう書き残している。ある夏、彼は森へ向かった。ウォールデン湖のほとりに自分の手で小屋を建てる。隣人もいない。便利なものは何もない。ただ本質だけを見つめて生きてみたかった。ところが、孤独を愛すると公言して森に入ったはずの彼は、1日か2日おきに歩いて20分ほどの町へ降りていた。家族や友人と食卓を囲み、小屋には客が絶えない。洗濯物は実家の家族の山に加えられていた。孤独を愛した思想家の実像は私たちとそう変わらなかった。ソローは偽善者だったのか？違う。彼は正直だっただけだ。孤独を愛しながら人のぬくもりも手放せなかった。それを隠さなかった。これはソローだけの話ではない。あなたにも覚えのある感覚かもしれない。基本的には一人が好きだ。自分のペースで自分の時間を生きる。それが心地いい。でも誘いが来れば行く。億劫だったはずが行けば楽しい。笑って話して時間が飛ぶ。けれど家の扉を閉めた瞬間、深く息を吐く。静かだ。ほっとする。しばらくして誘いが来なくなる。誘われない日が続くとじわじわと寂しくなる。自分は必要とされていないのか。このまま一生一人なのか。そしてまた誘いが来る。また行ってまた楽しい。そして帰ればまたほっとする。それからまた寂しくなる。誘ってほしい。でも頻繁に誘われるとなぜか断ってしまう。用事があるわけでもないのに。この矛盾した繰り返しに名前をつけたことがあるか。わがままと呼ぶ人もいるだろう。だがこれはあなたの欠陥ではない。人間に最初から組み込まれた仕組みだ。私たちの脳には相反する2つのシステムが同時に積まれている。一つはつながりを求めるシステム。人と関わることで安心し自分を確かめる。人間は群れで生きる動物だ。孤立はかつて死を意味した。だから脳は孤独を起点信号として扱う。もう一つはエネルギーを守るシステム。人と関わることは膨大な力を使う。相手を読む、空気を読む、表情を作る。脳が休みなく処理し続ける作業だ。だから人といるとやがて脳は休息を求める。この2つは矛盾している。しかもどちらも正常に動いている証拠だ。壊れているから苦しいのではない。両方がちゃんと生きているから苦しい。心理学者のマーク・リアリーはこれをソシオメーター理論と呼んだ。人の心には社会的なメーターが備わっている。自分がどれだけ受け入れられているか、それを絶えず測っている。針が下がると
脳は警告を鳴らす。その警告を私たちは寂しさとして感じる。感度は人によって違う。けれどメーターのない人間はいない。誰の胸でもいつか必ず針は揺れる。さらに厄介なことがある。人間の脳は心の痛みを体の痛みと同じ回路で処理する。神経科学者のアイゼンバーガーとリーバーマンが明らかにしたことだ。仲間外れにされた時、脳で灯る領域は体が痛む時と深く重なっていた。つまり寂しいは比喩ではない。文字通り痛い。だから誰にも誘われない週末にあの重さが来る。気のせいではない。脳が本当に痛んでいる。けれどその痛みを消そうとずっと誰かといると、今度は脳が別の悲鳴を上げ始める。笑顔を作るのに力がいるようになる。帰り道に深く息を吐く。これがあなたが毎回感じているあのループの正体だ。どちらかが壊れているのではない。両方が正常に動いている。19世紀のドイツに一人の哲学者がいた。アルトゥル・ショーペンハウアー。彼は人間の関係をある偶話に例えた。寒い冬の日、一群れの山嵐が凍えていた。体を寄せ合えば温まる。だが近づくと互いの針が相手に刺さる。痛くて離れる。離れればまた凍える。近づいては傷つき、離れては凍え。やがて彼らはある距離を見つけた。刺さりすぎず凍えすぎない。完全には暖かくない。けれど死なない距離。ショーペンハウアーはこう続けた。人間も同じだと。ぬくもりを求めて寄り集まり、近づきすぎては傷つけ合う。だから人はちょうど良い距離を探し続ける。彼の時代、距離は物理的なものだった。離れさえすれば針は届かなかった。だが今は違う。スマートフォンがある。SNS がある。体は離れていても心は常につながれてしまう。針の届く範囲が際限なく広がった。既読がついた。けれど返信は来ない。グループのトークだけが流れていく。自分のいない場所の楽しげな写真が目に入る。離れているのに刺さる。これは新しい種類の孤独だ。ソローは答えを知っていた。言葉ではなく生き方で示していた。森に入る。けれど町へ降りる。孤独を愛する。けれど人の用意した食卓に着く。一人でいたい。けれどぬくもりも手放せない。それが彼の見つけたちょうど良い距離だった。人といると疲れる。一人でいると寂しい。この矛盾は多分解決しない。でも一つだけ言えることがある。あなたがこの矛盾に苦しんでいるのは、人を求める力と自分を守る力がどちらもちゃんと生きているからだ。どちらかが壊れた人はもう悩まない。ずっと一人でも平気になるか。ずっと誰かにしがみついて話せなくなるか。悩んでいるということはまだ両方が動いている
ということだ。あなたは今夜一人でいるだろうか、それとも誰かのそばにいるだろうか。どちらでもいい。それがあなたの今日の距離だ。